どうも日本語で喋りましょうの岡戸と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この前さ、ちょうど先週ぐらいかな、有名な野球選手のさ、大谷翔平が結婚してさ、すごいニュースになったじゃん。なったね。俺ら94年生まれ、大谷選手とね、同い年だからさ、そうそなんか、同級生の女の子たちがすごいショック受けてた。だろうね。いや、ビッグスターだったしさ。で、どのぐらいこの聞いてる人が大谷翔平知ってんのかわかんないけども、日本だったらもう知らない人はいないぐらいの大スターが結婚してね。そうだね。うんびっくりだよ。で、そうそうそう、びっくりしたまして。で、この前のさ、エピソードでもさ、ポリーナにゲストに来てもらって、日本の恋愛についていろいろ質問したから、今回はね、木村にいろいろ日本人の視点から恋愛について聞いて、一緒に話していこうと思います。はい。はい。ということでね、この前、ポリーナが、言ってたのは、日本人と外国人を比べて、外国人の人の方が、ジェントルマンな人が多い。例えば、なんかドア開けてくれるとか、なんか席譲ったりとか、なんか花をあげたりする人が多いって言ってたんだけどさ、日本人ってやっぱりそういうことする人少ないよね。そうだね。外国人の人たちと比べて、なんか俺らの多分その文化的な違いだと思うんだけど、その直接的になんか、してあげるっていうのが、なんか、海外だったりの文化であって、なんか、俺がその日本人全国民の代表をするわけではないけど、その、やっぱり、なんだろうな、見えないところでみたいな、文化があるから、ちょっとそこがね、ポリーナさんが言ってたところの多分違いだと思うんだけど、そうだね。なんか直接やってあげるってより、なんか間接的に何かしてあげるのが優しさっていう、日本人的考えがあるんだろうね。そう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 。木村は例えばさ、じゃあもし彼女がいます。で、彼女にさ、どんなことをこうしてあげる？なんかジェントルメン的なっていうか、日本人的ジェントルマンはどんなことをしてあげるのがあると思う？そうだね。例えばなんか、洗濯物が、こう散らかってたり、洗濯物洗わなきゃいけないものとかが散らかってたり、で、二人とも仕事、共働きで、忙しい日々を送ってますみたいな状態だったりしたら、二人とも忙しいけど、俺洗濯物とかやろうかな、みたいな。あんま目に、つかないかもしれないところかもしれないけど、そういうところで少し助けることで、なんか、日本人らしいジェントルマンさを出せるんじゃないかなって思う。確かにね、ちょっといつもより多くやってあげたりとか、なんか彼女今日、じゃあ例えば残業だから晩ご飯作って待っててあげようとか、もちろん、そうそう。彼女が彼氏にそれをやってあげることもあるし、なんかそういう直接花あげるとか、なんかドアを開けてあげるとか、よりももうちょっと、なんだろ地味だけど、そう、地味だね、なんか地味だね。やってもらったら嬉しいみたいなことだよね。そう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 そどうなんだろうね。女の子たちは、やっぱりこう、明らかにさ、直接やってもらった方が嬉しいのかね。どうなんだろうか。でも、たまには直接的にね、誕生日とか記念日とかにね、お花あげたりとか、いつもと違うことをするのは大事なんじゃないかなと思う。確かにね、日本人がするから逆に、いつもやらないからこそ、このたまにやった時の、この、なんだろう、ギャップ。印象っていうのはギャップがあそうるね。確かに。そう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 。それはそれは感じるかな。そうだね。どっちのいいとこ取りもできれば一番いいね。確かに。あともう一つポリーナが言ってた点で気になったのが、なんか男女の振る舞いの違い。例えばポリーナロシア人で、ロシアでは、男は男らしく、例えば男の人は泣いちゃダメとか、男の人はなんかアクセサリーとかつけないとか、で、女の人は
女らしく振る舞うべきっていう考えが強いって言うんだけどさ、日本うん。でさ、なんか男らしく女らしくって言うかな？よく言われてたと思う。前はね。うんうん、で確かに。今なんかすごい、中性的になってきてるんじゃないかなって思うんうん、なんか確かに男らしくって聞いたらさ、女らしくもそうだけどさ、なんか昭和っていう感じがしない？う。そう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 。そういううん。感じね。だからうん。俺らの本当お父さんお母さんぐらいの人は多分それが正しいとかそれが正義みたいな感じだったんだろうけど、今ではそういうこと言うとちょっと古い人だなって思われるかもしれないよね。思われちゃう。そうだね。だから昔はさ、うん、例えば家族でお父さんが、うん、働いて稼いうん、で、で、その家族全体をこう養うっていう文うん、化がすごい、当たり前だった、日本はさ。うん、うん、それで、だから男は、それすごい辛い思いとか、その仕事が大変だとかって、弱音をうん、吐くと、うん、男らしくないっていうふうに、うん、思われちゃうっていうのがあったんだとうん、確かに確かに。思う。うん。なんかね、今だったらどうだろうね。なんか田舎とか小さい町に行ったらもちろんいるんだろうけど、あうん。んまり自分の周りとかさ、例えばさ、今結婚してるさ、友達とかでさ、なんかおうん。互い、旦那さんも奥さんも両方仕事してる人多くない？多い多いよ。全然、多いよね。そういうもう昔とは違う。うん。うん。でね、むしろ二人とも仕事してないとね、家計が大変だからね。そう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 。うん。そうだね。そういう影響もあるよね。そうだね。なんか必ずしも、なんか片方、その男が気を張ってやんなきゃいけないみたいなとかっていうことは必ずしもないし、ね。うんうん。あとはまあでも、なんか日本語自体がさ、あうん。の、男らしく話すとか、女らしく話すみたいな、うん。そういうああ。話し方が存在するから、うん。だからその振る舞い次第では、うん。すごいこう男らしくにもなれるし、女らしくもなれるんじゃないかなと思う。確かにその観点はあるね。言語がもう男らしい話し方、女らしい話し方っていうのがあるからね。そう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 。うん。うん、確かに男はね、俺って言ったり、なんか女の人は、なんかあたしとかうちとか言ったりするもんね。そうそうそう。うん。うん、木村は個人的になんか男らしくありたいとかそういうのはある？男らしくありたい。いやそうん。うだね。まあ結構俺は筋トレとかも好きだし、ね。うん。そうだよ。男らしく見られたいとは思う。うん。ああ、だろうね。なんか、それちょっとそんな、古い考え方だから、やる、もうちょっとね筋トレとかやめてアクセサリーとかもつけた方がいいんじゃないの？そうだね。アクセサリーちょっと考えた方がいいかもしれんわ。そうね、ぜひね、それもやってみて。うん。で、もう一個ね、ポリーナが言ってて気になったことは、やっぱり外国人の人からして、日うん。本人はちょっと何考えてるかわからない。本音と建前って言葉あるじあるね。はいはい。ゃん。うん、それで、まあもちろん友達同士でもそうなんだけど、彼氏、彼女の間でも、相手が本当に何を考えてるかわからなくて大変だって言ったんだけどさ、うんうん。じゃあ日本人の俺らからして、彼女、彼氏、なんか何考えてるかさ、ちゃんと分かってんのかな？それはまあ、ちょっと難しい、カップル次第だと思うんだけど、どこまで話しうん合えてるかによると思うんだけど、うん。うん。やっぱり日本人って、この言わないで、口にせずにこう、何かをしてあげるとかっていうのがありつつも、なんうん。か嫌なことがあっても言わないうんうんうん。場合が多いんだよね。なんか言わなそうだね。いでこう我慢しちゃったりとかっていうパターンが多くて、うん。で、なんかお互いそのカップル同士がさ、嫌なことがあっても言わないから、どんどん不うん。満が溜まるみたいなケースでうんこう別れちゃうっていうパターンもあるだろうし、それは日本うん。うん。人同士でもあるから、ある。うん。うん。だから、あの、その、お互いその思ったことは、やっぱ言わないと、その日本人の文化としてすごい難しいけど、そうだね。本当に木村が言ったように、日本人同士でも難しいから、そりゃ外国人の人はもっと難しいよねっていう話だそう、よね。外国人の人が日本人とこう付き合って、うん。なんかこう、喜んでるのか、怒ってるのかがわからないっていうのは確かにあるかもしれない。それは、
あだから、お互いが言える環境、うんお互いが思ったことを言い合える環境が、うんあれば、もうちょっとわかるようになるかもしれないし、あとは、そうそう。そう、日本人はね、お互い、その先を読んでというか、うんこの相手が何をやるのかって考えながら、行動するから、うん逆に自分が日本生まれでないとしてもさ、うん日本のパートナーと付き合ったら、やっぱりなんかその人が次何やるかなっていうのを考えたりとかして、行うん動することうんうんうは結ん。構日本人のパートナーからしたらちょっと喜ばれるんじゃないかなと思そうだね。それ大事だね。もう本当う。うん。に慣れたらちょっとずつ分かってくるけど、やっぱり日本人ですら難しいから、あんまりね、ちょっと、心配しすぎないでください。俺思うわ。も時々分かんないことあるからさ、普通に日本人と話しててさ。でもう気うん。づかないうちにちょっとずつ向こうは怒ってて、ある日、もう怒りが爆発するみたいなこともあるからね。そうそうそう。そうだね。うん、うん。それは気をつけないと。そう。で、そうやってさ、あんまはいはい。りこう、怒りもそうだし、まあ愛うん。情もあんまり表現しないけど、なんか日本人ってなんかどうやって愛情表現するのかなって思ったんだけどさ、木村なんか日本人がよくやる、あ、これするのはやっぱり彼氏彼女この愛し合ってるからだなっていう行動とかさ、思い浮かぶのある？うわ、それ難しいな、なかなか。難しいよね。まあ、プレゼントとかが言葉で、なうん。んか、いつも、なんか愛してるよとかっていうよりは、なんかプレうん。ゼントで気持ちを表すみたいなのが、うんうん多いんじゃない？うん。そうね、言葉で言うのは結構珍しくて、で、恥ずかしいから手紙で書く人とかもいるしね。うん。手紙の方がもっと気持ち表現できてるよね。そうね。で、うちは、なんか前ももしかしたら一回話したかもしんないけど、うちの両親をうん。見ててもやっぱり、なんか俺の、親父は、例えば家掃除したりとか、皿洗い積極的にやったりとか、そういうのうん。やってて、で、母親も、なんか毎日料理して、で、やっぱりそういう行動で、毎日のこの積み重ねで愛情表現してるかなっていうのも思ったりする。そうだよね。だって親がさ、ね、親同士がさ、なんかうん。愛してるとかって言ってるのって、日本の家庭でまずないでしょ。うん、俺は聞いたことないよね。本当にさ、なんか、新婚さんとか以外はさ、うん。ちょっと、まず見ないよね。だから、それそうそ驚かなくて大丈夫。それ、当たり前なので。う。うん。もちろんね、若い人は多分ね、言うようになってきてはいると思うけど、やっぱり、全体的に見てちょっと少ないと思うよね、きっと。そうね。だから、まあ、ちょっと気持ちがこう伝えきれないのかも、切れなくて別れちゃったりとかするパターンもあるのかもしれない。うんうんうん。そういう風になんないようにさ、心がけてるちゃんと言葉にしようとか。言葉に心がけてます。そうですね。うん。そう、僕のパートナーはオーストラリア人なので、俺は日本うん。人として、やっぱり彼女が次何やるかなとか、どうしたら、喜ぶかなとか、助けになるかなうんうん。って考えながら、することが愛を伝えることにつながると思ってるので、はい。そうね。すごい日本人あ的な愛情表現だね。あとは、それを踏まえた上で、俺は思ったことはちゃんと伝えるように。うんうんうん。うん、だから皆さんも木村みたいなね、日本人がいたらちょっと、恋愛するのも楽かもしれないですね。どんなだよ。うん。はい、そんそんなことでね、今日は、日本の恋愛についてこんな感じで話してみました。日本と皆さんの国での恋愛観に、違いはありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。